原始と現実の淡いに咲く色彩の楽園。オディロン・ルドンの作品、グランブーケ大きな花束をめぐって、オディロン・ルドンの芸術は一見しただけでは容易にその全貌を捉えることができない。19世紀後半、ルドンは版画や木炭画を中心とするノワール黒の時代で名を馳せ、怪物的で無限的なイメージを暗黒の中に浮かび上がらせる作品を発表してきた。だが、1900年前後になると、彼の画面は劇的な変化を遂げる。それまでのモノトーンの世界から、突如として豊かな色彩の宇宙が開花し始めるのだ。その色彩の到達点、あるいは彼の色の時代の一つの頂点とも言える作品が、1901年に制作された、グランブーケ大きな花束である。本作は、かつてパリのサロンドラペにしつらえられた、バロネス・ロートシルトのサロンを飾るために描かれた装飾画の一つであり、当時のルドン芸術の総合性と成果を集約した存在でもあった。その後、長らく所在不明となっていたが、20世紀末に発見され、現在は三菱一号館美術館が所蔵している。本校では、まさにこの奇跡のように現代に蘇ったグランブーケを中心に、ルドン芸術の本質とその文化的、象徴的意義を読み解いていきたい。まず、画面そのものに目を向けよう。グランブーケにおいて我々を圧倒するのは、その構成力と色彩の奔放さである。巨大な花々が画面いっぱいに咲き乱れ、まるで現実の植物でありながら、同時にどこか現実離れした無限的な空気を帯びている。花瓶に生けられたそれらの花は、ルドンが愛した自然のイメージでありながら、彼自身の内なる幻想世界の具現でもある。ルドンは、私は目に見えるものを再現しない。見えたままのものではなく、私の内なるビジョンを描くのだと語っている。本作も、現実の花束ではなく、彼の精神世界が生成した幻の花々なのである。チューリップやポピー、アネモネ、スミレ、あるいは分類不能な想像上の植物たち、それらが自由に構成され、空間の重力すら逸脱して浮遊しているように感じられる。パステルによる表現は、柔らかく粉を吹いたような質感を伴い、色彩を空気のように拡散させる。赤、青、黄、ピンク、紫、そのすべてが調和しつつ、なおかつ互いに干渉し、刺激し合い、まるで音楽のようなリズムを持って画面を振動させる。この色彩の交響曲こそがルドン芸術の真髄であり、本作はまさにその最高潮にあると言ってよいだろう。グランブーケが制作された背景には、芸術と生活の融合という19世紀末の芸術観の変化がある。当時、ウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動をはじめとして、芸術はもはやギャラリーや宮殿の中だけのものではなく、日常の生活空間にまで深く浸透すべきであるという考え方が広まりつつあった。ルドンもまた、このような芸術の装飾性に深い関心を抱いていた。彼の師であり、象徴主義詩人でもあったステファヌ・マラルメとの親交は、その方向性をさらに明確にした。グランブーケが当初、貴族の邸宅の壁面を飾るための装飾画として構想されたことを考えれば、この作品が単なる絵画作品にとどまらず、空間を詩的に変容させる装置であったことがわかる。とはいえ、その装飾性は単なる形式美ではない。そこには、精神的象徴の層が幾重にも織り込まれている。花は生命の象徴であり、同時に死や再生、変容を示すメタファーでもある。特にルドンにとっての花とは内面から咲き出るものであり、魂の象徴そのものでもあった。画面中央の巨大な花束は、いわば魂の花瓶に生けられた精神の花々なのである。ルドンの色彩的作品には、しばしば東洋の美意識や宗教観が読み取れると言われている。実際、彼は日本の浮世絵に親しみ、また仏教やヒンドゥー教の図像にも強い関心を示していた。グランブーケに漂う浮遊感や構図における対称性、さらには物質的リアリズムからの解放といった特徴は、西洋自然主義とは一線を画する東洋的空間感に近い。また、ルドンが愛した輪廻転生、内なる宇宙といった観念も仏教思想と親和性がある。本作に咲く花々が
単なる生物ではなく、魂の変容の象徴として書かれているとすれば、それは仏教的な無常観や空の思想とも響き合っている。このように、グランブーケには、キリスト教的象徴主義の枠にとどまらない多文化的、超宗教的なビジョンが広がっている。それこそが、ルドンが象徴主義の画家と呼ばれつつも、同時に普遍的精神の画家とされるゆえんなのである。三菱一号館美術館において、グランブーケが高級展示されていることには特別な意味がある。この美術館は、19世紀末の英国建築様式を模して再建された空間であり、その赤レンガと柔らかな自然光が、ルドンの色彩と完璧なハーモニーを奏でる。サロンを模した展示室に飾られたグランブーケは、まるで100年以上前のパリの邸宅に迷い込んだかのような錯覚を与えてくれる。また、この作品がかつて一組であった他の装飾パネル群から離れて、単独で存在するようになった今、そこには一幅の絵画としての強度が際立つようになっている。本来、壁面装飾の一部として構想された作品が、現代においては美術作品として鑑賞される。そこにあるのは時代と形式を超えた芸術の自立である。このように、ルドンのグランブーケは、19世紀末の象徴主義と20世紀以降のモダニズム、さらには東洋と西洋、精神と装飾の間を自在に横貫する、極めて得意な作品である。それが今、日本の東京、丸の内という現代都市の中心で、常設展示されていること自体が、一つの美の再生であるとも言えよう。色彩は私にとって内なる声である。ルドンは生涯を通じて視覚芸術において見えないものを描こうとした。目に見える対象を写し取るのではなく、内なる響きや精神の震えを形と色彩によって可視化する。それが彼の芸術の本質だった。グランブーケはそうした彼の表現思想の集大成である。そこには自然があり、夢があり、魂の沈黙と祝祭がある。花束という主題の背後に広がるのは、単なる花伸びではなく、人間精神の花開き、なのである。そして私たちは今、その巨大な花束の前に立つとき、100年前の沈黙の奥から確かに響く、ルドンの内なる声に耳を澄ませることになる。それは視覚を超えて、感情や記憶、あるいは祈りの領域にまで届く響きであり、まさに現代に蘇った原子の形なのである。